どうも、ワンピース女尊く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年35号、ワンピース最新話1055話、新時代を考察していきます。この1055話は、個人的に神回です。新時代だ。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。読んでいない人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1055話のスタートは花の都で祭りを楽しむナミとゼウスとオタマ。どうやらやはりゼウスが消えていないということはビッグマムはまだ生きているのでしょうか。場面はその花の都の外、緑牛荒牧の攻撃に耐えつつ、ヤマトには手を出すなという桃之助。そんな桃之助に雷蔵がカトンで助立ちします。森人間荒牧に炎はもちろん有効でしょう。荒牧はグワーと悲鳴を上げますが、しかしこれは荒牧のやられたふりであり、ふざけていただけ。これが1055話の話数の語呂合わせ一つ目。天豪。天豪でしょう。語は中国語でうーと読みます。天豪とは冗談を言う、ふざけることです。こちらは語呂合わせ予想のみ先週合致できました。荒牧は炎に対して防火輪を発動。防火輪とは火災を防ぐために設ける樹林帯です。すぐさま雷蔵に反撃する荒牧。雷蔵は生体エキスを吸われてしまいます。そんな荒牧の木は先週予想したように切っても切っても生えてくると言います。場面は変わって城内地下のさらに地下。光月すき焼きがロビンとローを地下深くへ案内しています。これが1055話の話数の語呂合わせ2つ目。潜行。潜行でしょう。潜行とは水中を潜って進むこと、そして隠れて動き回ることです。そしてすき焼きは地下階段の存在は街道オロチに教えなかったが、魚人族のジャックによってすぐに見つかってしまったと言います。なぜ魚人がいるとワノ国の秘密が発見されてしまうのか。それはなんと水中に眠るもう一つのワノ国。それは800年前の旧ワノ国の姿。これはこちらの動画で考えたように黄金都市シャンディアと黄金の国ワノ国、ジャヤと鬼ヶ島、2つのドクロの島の表裏一体。空島でロビンが黄金都市を発見したなら、ワノ国でロビンは水中都市を発見しました。この水中都市は海の水ではないため保存状態がいいといい、水中都市を発見したロビンは黄金都市を発見した時と重なります。ちなみにロビンが黄金都市を発見したのは268話。話数の語呂合わせは古谷です。そんなワノ国の成り立ちは、その昔島を囲むように高い壁が作られ、そこへダムのように雨水が溜まっていき、人が住めなくなったので藤山の中腹に新たな土地を作って現在のワノ国が誕生したと言います。これぞロマンです。ワンピースは面白い。そんな水中に眠る旧ワノ国は竜宮城のよう。これは再びこちらの魚人島先取り説につながります。この水中都市という発想は、ここまで2年間ずっとラフテルの考察シリーズで僕が考えてきた都市こそが宝。水中にある滅んだ都市。14話のブードルの話。海賊にやられて古い町を捨て新しい町を作ったオレンジの町の話。埋め立てた夢の島。さらにドクロの島ジャヤや黄金都市との表裏一体など、ラフテルやワンピースの正体だと考えてきた数々の要素のほとんどがこの旧ワノ国で満たされており、そしてそれはラフテルやワンピースではなく旧ワノ国でした。つまり僕が長年考えてきたラフテルやワンピースの考察はおそらく外れたのでしょう。それらのイメージや要素は800年前の旧ワノ国に採用されていました。いや、しかしまだかすかに可能性は残されている。ビッグマムはその地下へ落とされた時、ワンピースちゃんとあるんだろうな、この国にもあるんだろうと言いながら地下へ落ちていきました。そのように考えると、水中都市旧ワノ国がワンピースのかけらである可能性がまだ残されている。むしろビッグマムがもしも生きているなら、水中都市旧ワノ国をビッグマムも発見する。それにしてもこのダムのような水中都市旧ワノ国というアイデアを小田先生は何から発想したのでしょうか。例えばそれは世界各地にあるダムに沈んだ村でしょうか。それとも海底に沈んだ海賊たちの港ポートロイヤルでしょうか。ポートロイヤルとは映画パイレーツ・オブ・カリビアンでも海賊たちの港として登場したジャマイカに存在した港で、1692年に大地震が起きて海底に沈んだ都市でもあります。
この海底都市の沈没船からは財宝が発見されたそうです。また日本の沖縄にも海底都市の都市伝説などがありますが、これらの掛け合わせから水中都市のアイデアを得たと考えられます。そしてさらにもう一つ、旧倭の国にぴったりな物語が中国にあります。それは水湖殿です。水湖殿に登場する梁山泊はまさに倭の国です。梁山泊は黄河によって作られた海抜0メートル以下の内陸低地、倭の国と同じく天然の要塞沼地です。この沼地の近くには梁山という名の山があり、それは富士山とイメージが合致します。そんな梁山泊という土地には革命を起こそうという英雄や豪傑が集結していたそうです。ここから梁山泊とは優れた者が集まる場所という意味で使われています。戦国は倭の国にはなぜか大物が集まるとも言っていました。そしてここでカイドウが倭の国に居座っていた理由も判明しました。水中に眠る古代都市もある天然要塞倭の国。これがあるからカイドウは居座っていた。しかしどうやって、そして何のために800年前そんなにも高く巨大な壁を作れたのでしょうか。958は約束の港の光月おでんのセリフを読むと、どうやら光月家が倭の国を鎖国したと読み解けます。つまり800年前の光月家が倭の国に高い壁を作った。それは何のために？これはおそらく進撃の巨人と同じように倭の国には強大な敵がいたからでしょう。それこそが現在の世界政府。そしてプルトンとは冥府の神の名前ですから、旧倭の国とはもしかすると地獄だった。そんな旧倭の国の高い壁を作る方法は、例えばピーカが持っている石の実のような悪魔の実の能力があれば壁を作れそうです。もしくはニカの能力、ゴムと空想の力があれば1044話のルフィのように土から壁を作れるとなると、以前少し考えましたが、先代のニカ、つまりジョイボーイゴムの男は光月家。かすかですがそんな可能性もあるかもしれません。また別のパターンとしては、高い壁に囲まれた旧倭の国はまるで鳥かご。光月家の家紋は鳥です。世界政府が古代兵器プルトンごと旧倭の国を生き埋めにして封印するために鳥かごのような壁を作って旧倭の国を滅ぼしたパターンもあるでしょう。このあたりはどれが正解かかなり難しいです。また水中都市といえば水の都ウォーターセブンでしょう。水の都は海に飲まれる島で、アイスバーグは島ごと海に浮かべる構想を練っていました。そんなウォーターセブンには以前も考えましたが、武者風の海賊三日月が登場しており、フランキーの家も三日月、そして幼少期にフランキーが出会った光月おでんの服のマークが三日月ですから、光月家と月の都古代兵器プルトンはつながっているでしょう。次にこちらの動画では、空白の100年とは全世界の凍結であると考えました。そして凍結しない地域とは海底火山がある地熱地帯だとも考えました。もしもイム様がかなりのスピードで100年間雪を降らせ続けていたなら、倭の国は地熱地帯ですから、それは雪ではなく雨水として倭の国に溜まっていったかもしれません。話を続けましょう。水中都市旧倭の国の奥、富士山の麓の洞窟にそれはありました。カイドウが隠していたロードポーネグリフです。ルフィたちはこれで3つの赤い石を集めてラフテルにリーチをかけました。さらにすき焼きはそこから地下に古代兵器プルトンが眠っているとも言います。そんなプルトンを取り出すには倭の国の壁を取り払う必要があるといい、開国とは国の防御壁を破壊して古代兵器を解放することだと言います。これは1年前に奇跡的にこのように考えました。こちらです。さらに倭の国を開国せよと言っていますから、もしかすると倭の国の島は本当に開くのかもしれません。中央の花の都を中心に倭の国が少し開くことで、地下にある宝ロードポーネグリフか、もしくはものすごいお宝がそこに眠っているかもしれません。どうでしょうか。倭の国の開国とは物理的に国が開く。こちらの考察はさすがに外れたと思っていましたが、的中できました。ただしそれはコメント欄から着想を得た結果です。そしてここで思い出したいのは1052話の五老星のセリフです。五老星はズニーシャが去ったなら開国はない、倭の国は変わらず鉄壁の要塞だと言っていました。つまり古代兵器プルトンの解放が開国を表すなら、ズニーシャはプルトンと関係があるということになります。
ワノ国の防御壁を壊すのに巨大なズニーシャの力が必要なのか、それともプルトンを動かすのにズニーシャが必要なのか、どちらでしょうか。おそらく最終決戦の時に桃之助は開国を決意してワノ国からプルトンを解放するでしょう。そんなプルトンの正体はこちらの動画で海の力を持つ海楼石や砕けぬ黒い石、ポーネグリフの素材で作られた日本神話の空飛ぶ岩の船、鳥型の雨の岩船のような形だろうと考えました。その動力は、はじめは悪魔の実、鳥鳥の実、ヤタガラスを食べた戦艦だと考えましたが、2本目の考察では、ただの鳥型の岩船、その動力は様々なつながりから、ジェットダイヤルだろうと考え直しました。なぜなら、プルトンが登場すると予想した1054話や1055話は、54話と55話のパールさん、つまり真珠とリンクすると考え、さらに154話と155話のクロコダイル、つまり歪んだ真珠という意味のバロックワークスとつながると考え、真珠つながりで動力は貝だと考え、さらにワノ国の空船がヒントだろうと考えましたが、プルトンがもしも空飛ぶ戦艦なら、ワノ国の壁を破壊せずにそのまま飛べるような気がするので、こちらの考察は外れている可能性が高そうです。場面が変わって再び緑牛荒牧 VS 赤座屋。ここで荒牧はカイドウがいなくなったからワノ国にやってきたと情けないことを語り攻撃しています。これにヤマトはルフィを呼ぼうと言いますが、桃之助はこれを断固拒否。ヤマトの手もルフィの手も借りない。この国に残る自分たちの力でワノ国を守ると言います。やはり桃之助はルフィとヤマトを安心して送り出すために踏ん張る決意を固めていたようです。これが1055話の話数の語呂合わせ5つ目。怒号。怒号でしょう。怒号とはその土地の領主や大豪族のことです。そしてなんとここでやはり出ましたボロブレス。ルリドラゴンのように自分の炎にビビる桃之助ですが、今度こそ荒牧を炎で焼いて男を見せます。これが1055話の話数の語呂合わせ6つ目。0を前につけて男の子。男の子でしょう。焼かれた荒牧は木の体が消失しますが、ニョキッと芽が生えて木の体が復活。さすがはロギア系です。さらに1055話は55話とリンクするでしょう。55話は発火する炎帝パールさん。55話のタイトルはジャングルブラッドです。そして反撃に出る荒牧ですが、遠く離れたワノ国近海からバリバリと音を立ててダーン、とんでもない覇王色の覇気が飛んできます。さらにキーンと何やら電波も飛んできて、荒牧はこの覇気がシャンクスのものだと悟ります。船の上から覇気を飛ばすシャンクス。シャンクスはルフィや桃之助、日和、ウタたち若い目を新緑と例えて、そんなに怖いか新時代がとぶち切れ。このシャンクスのセリフ怖いの語呂合わせは怖い。581は忍び寄る未来。未来は四皇シャンクスと四皇バギーがおでんを食べています。そしてシャンクスの怒りは1話で見せたウセロの再来。シャンクスはどんな理由があろうと友達を傷つける奴は許さない。これが1055話の話数の語呂合わせ7つ目。怒号。怒号でしょう。こちらは先週語呂合わせのみ予想が合致できました。巷では時々シャンクス悪役説なんて考えもあるかもしれませんが、今回のでさすがにそれは払拭されたのではないでしょうか。荒牧のように長いものに巻かれて若い芽を摘む差別的な説教おじさんも世の中には確かにいますが、若い芽を陰で育んで導いてくれるおじさんもいます。このセリフはレイリーも言っていました。そんな特大の覇気を食らった荒牧は両手を上げてすぐさま退散していきます。は？カイドウがいなくなったワノ国へ一人で意気揚々と生きって現れて、負傷しているキングやクイーンをいたぶって説教を繰り返し、徹底的にルフィを追い詰めてやると言っていた荒牧さんでしたが、シャンクスにビビって退散しました。これは一人で行動して圧倒的な強さを見せていた青木地九山と比べると、緑牛荒牧はあまりにもクソダサい。退散した荒牧に桃之助は男泣き。そんな異変に花の都ではルフィゾロサンジジンベエが気づいたようで、ルフィはおでんを食べながら特大の覇気に懐かしいシャンクスの影を感じたようです。そしてここでルフィがおでんを食べているのは意図的でしょう。桃之助が男になったことを今は亡き光月おでんも喜んでいる粋な演出だと考えます。そしてワノ国から大将を追い出して映画の宣伝も含め一仕事を終えたシャンクスたちの船がワノ国から離れていきます。シャンクスたちは次にどこへ向かうのか、
それはもちろんラフテル、ワンピースを狙うのでしょう。先週の動画ではシャンクスたちはエターナルポースを持っているかもと考えましたが、エターナルポースがなくてもシャンクスはおでんたちがラフテルの場所を導き出した時同じ部屋にいましたから、ラフテルの場所は知っていそうです。つまりシャンクスはいつでもラフテルに行けた。ならばやはりニカの覚醒を待っていたとなると、先週考えたようにシャンクスがラフテルに先回りしている可能性はありそうです。本編の考察は以上です。続いてはいつものように次号1056話の展開を話数の語呂合わせと話数の一つなぎを使って考えていきましょう。次号1056話の語呂合わせ予想一つ目は東雨ゴム。東雨ゴムというのはどうでしょうか。荒牧が退散して引き続き宴のシーンになるでしょう。その時太陽の神ニカを見たナミあたりがルフィに対して「あんたのゴムゴムの実って一体何なの?」と問いかけそうです。これは1056話とつながるであろう56話からもわかりそうです。こちらの動画でも考えたように56話では初めてニカという言葉が登場しています。サンジの先輩コックがサンジの夢であるオールブルーをバカにしてニカッと笑っています。サライ先輩コックの指の形はギアフィフス。1056話でニカの秘密が少しわかるかもしれません。次号1056話の語呂合わせ予想2つ目は問う五老星。問う五老星というのはどうでしょうか。さらに1056話の語呂合わせ予想3つ目は咎める。咎めるというのはどうでしょうか。咎めるとは過ちや罪を指摘して非難することですから、無能星こと五老星が世界中で革命が起きていることに腹を立てていそうです。1056話の語呂合わせ予想4つ目は手柄。手柄というのはどうでしょうか。ゾロとサンジあたりが自分の手柄についていつものように揉めそうです。さらに1056話は156話ともつながるでしょう。156話はおかま日和。話数の語呂合わせは0を前につけてお日柄。お日柄ですからいい天気という意味である日和、光月日和のメイン回でしょうか。それともおかまのイメージから自称光月おでん大和のメイン回でしょうか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。